豆腐屋のラッパの音、プー、ひょう、遠くで響くあの高い音、皆さんは覚えていますか？夕暮れ時の街角、畳の青い匂い、縁側に差し込むオレンジ色の深い光、どこかの家から漂うライスカレーの匂い。今の東京の空はあまりに明るすぎて星も見えなくなりました。でもあの頃の空はもっと暗くてもっと優しかった。急ぐ必要なんて何もなかった時代。お茶の湯気の中に小さな幸せがありました。便利になった今の世の中、指先一つで何でも手に入ります。でもどうしてでしょう。心にぽっかりと穴が開いたような、そんな気がしませんか？今日は少しだけ時計の針を戻しましょう。昭和という時代がなぜ今も私たちの心に深く残っているのか、その理由を探す旅にお連れしたいと思います。古い木の戸が開く、ガラガラと乾いた音が響きます。孫のはるかが来ました。手に最新のスマホを持ち、足早に部屋に入ります。おじいちゃん、まだこんなの持ってるの？はるかが指さしたのは、棚の隅にある古いラジオでした。埃をかぶった昭和の遺物です。賢治は黙って古い茶器を吹きます。それは宝物だ。賢治の声は少しだけ震えていました。はるかはため息をつき、スマホを操作します。今は何でもスマホで聞けるよ。こんなのただのゴミ。部屋の空気が一瞬で凍りつきました。はるかは箱をつかみます。これもいらないよね。全部捨てちゃおう。無造作に投げられた小さな木の箱、畳の上をごとごとと転がります。賢治の顔色が一瞬で変わりました。触るなと言ったろ。賢治が立ち上がります。その大きな声にはるかは肩を震わせました。どうして怒るの？ただの古い道具じゃない。賢治の手がわな泣き始めます。それはただの箱ではなかったからです。昭和の職人たちが泥にまみれて作り上げた埃、一日中働いてようやく手にした最初の大工道具、若かったあの日の汗と涙の結晶でした。賢治は箱を拾い、愛おしそうに汚れを拭います。お前にはゴミに見えるか、私には命に見える。賢治は手を開きました。手のひらには無数の傷跡と深いシワがありました。この手を見てみろ。昭和を築いた手だ。今の便利な暮らしはこの泥の中から生まれた。はるかは黙り込み、その手をじっと見ます。自分のきれいな手と祖父の汚れた手、何かが胸の奥をちくりと刺しました。ごめんなさい。はるかの小さな声。でも賢治は何も言いません。窓の外にはさらに赤くなった夕焼けが広がっていました。部屋の中にお湯の沸く音がシュンシュンと響きます。はるかはスマホをそっとカバンにしまいました。おじいちゃん、もっと聞かせて。あの頃の話。賢治はゆっくり腰を下ろしました。昭和は不便だった。でも寂しくなかった。皆さんはどうですか？捨てられない思い出ありますか？その箱の中に隠された秘密を知りたくありませんか？賢治が語り始めたある一人の女性との切ない約束の話、物語はまだ始まったばかりです。昭和の冬は今よりずっと寒かった気がします。エアコンなんて夢のまた夢。隙間風が吹く古い木造の作業場。賢治は若き日、そこで泥にまみれ木を削っていました。
手足の感覚はなく、吐く息は真っ白。小さな火鉢一つで仲間と肩を寄せ、かじかんだ手を温めていました。寒いな、でもやるしかない。その一言が明日の希望でした。今の人はボタン一つで暖かさを手に入れます。でもあの頃、火鉢を囲んで分かち合ったぬくもり、それは今のどの暖房器具よりも心の芯まで温めてくれたのです。ある日のことです。裕福な家の旦那が作業場に怒鳴り込みました。まだ終わらないのか。これだから若いやつは納期が遅れていると冷たい言葉を浴びせられました。大雪のせいで材料が届かなかった。そんな言い訳は通用しませんでした。役立たずめ投げつけられた古い小銭の袋、畳の上に虚しく響きました。検事は唇を噛み、拳を握りしめました。悔しくて情けなくて、でも検事は金槌を置きませんでした。見ていろ、最高の仕事をしてやる。それは怒りではなく、職人としての最後の意地でした。夜遅くに家へ帰ると、小さな明かりが一つだけついていました。おかえりなさい。妻の美智子が笑顔で迎えました。食卓の上には温かい味噌汁、具は大根の皮、それだけでした。これしかないけど、美智子は恥ずかしそうに笑い、検事の汚れきった手をそっと握りました。頑張ったわね。その一言で昼間の怒りも凍った心もすべて溶けました。不便だったけれど、誰かが自分のために祈ってくれる、それだけで生きていける時代でした。検事の話を遥は黙って聞いていました。スマホの画面はいつの間にか暗くなっていました。おじいちゃん、そんなに苦しかったの。遥の声が少しだけ震えます。検事は穏やかに笑いました。いや、遥、最高に幸せだったよ。物はないけれど、心は満たされていた。今の時代は何でもすぐ手に入る。だからこそ、待つ喜びを忘れてしまった。一つを分け合う大切さを失ってしまった。遥は自分のきれいな指先をじっと見つめました。でもそんな幸せも長くは続きませんでした。昭和の激動が2人の生活を飲み込んでいくのです。検事は窓の外を見ました。街の明かりが一つずつ消えていきます。美智子はあの時私に嘘をついたんだ。皆さんは愛する人のために嘘をついたことがありますか？次回語られる昭和の闇、そして美智子が命を懸けて守り抜いた秘密、その真実をあなたは受け止められますか？部屋の明かりがパッとつきます。白くて冷たい LED の光。遥がスマホをいじりながら言いました。便利だよね。スイッチ一つで昼間みたいになる。検事は眩しそうに目を細めます。昭和の夜はもっと暗かった。裸電球の下、小さな影が寄り添っていました。不便だからこそ相手の顔をじっと見つめた。今の私たちは明るすぎる光の中で大切な人の表情さえ見落としていないか。検事の胸に冷たい風が吹き抜けました。遥が古い棚の奥を掃除しているとき、一冊の古い通帳を見つけました。おじいちゃん、これおばあちゃんの？それは昭和の終わり頃の小さな郵便貯金。検事はそれを見て息を飲みました。見せてごらん。震える手で
ページをめくります。1円、10円。刻まれた数字はあまりに小さくて、でもあまりに重かった。みちこは服なんて買ってなかったんだ。あの頃、バブルの足音が聞こえ始めた頃、周りは派手に着飾っていました。新しい服買ったの。安物だから大丈夫。みちこはいつもそう言って笑っていました。でも通帳の記録は語っていました。彼女は自分の食事代さえ削っていたのです。何のために？はるかが小声で尋ねました。ケンジは第一章ではるかがゴミだと言ったあの道具箱をじっと見つめました。私の道具を買うためだったんだ。ネットが遅いな。はるかがイライラとスマホを振ります。ケンジはそれを見て悲しそうに笑いました。今の時代はつながっているようで誰もつながっていない。みちことは一日に数件しか言葉を交わさない日もありました。でも彼女の背中を見れば全てが伝わった。今の便利さは大切なプロセスを奪ってしまった。苦労して手に入れるその喜びも相手を思う時間も。はるかのスマホの画面が消えました。静寂の中にケンジのすすり泣く音だけが響きました。通帳の最後のページの裏に小さな紙切れが挟まっていました。みちこの丸い文字。ケンジさんへあの日喧嘩をして言えなかったこと。ケンジの顔が急激に青ざめました。あの日とは昭和最後の日。2人の運命を大きく変えたあの大事件のこと。皆さんは大切な人に言えないままの言葉ありませんか？次回最終章明かされるみちこの最後の願い。そして昭和が私たちに残した本当の宝物。震える指で手紙を広げます。インクが少し滲んでいました。ケンジさんへあの日喧嘩をして背中を向けて出て行ってしまったあなたへ。ケンジの脳裏に昭和最後の日の荒れた景色がよみがえります。バブルの競争、仕事に追われ家族を顧みなかった若き日の自分。何が職人だ、金が全てじゃないか、そう叫んで家を飛び出した最低の夜でした。手紙には驚くべきことが書かれていました。あなたが道具を新しくしたのは自分のためではなく誰かの家を一生懸命建てるため。私は知っていました。あなたが夜中に一人で道具を研いでいたことを。みちこが自分の食費を削ってまで貯めたお金、それはケンジの誇りを買い戻すための祈りだったのです。ケンジは声を上げて泣きました。はるかは隣でその手紙を一緒に読みました。おじいちゃん、これただのゴミじゃなかったんだね。はるかは自分がゴミだと言い放ったあの道具箱をそっと抱きしめました。昭和という時代、物は少なかった。でも一つの道具、一つの言葉に魂が宿っていた。相手を思うその重みが今の時代には足りなかったのです。手紙の最後、そこにはこう記されていました。ケンジさん、もし私が先にいなくなってもその手を汚れたままで誇りに思ってください。あなたの手は家族を守った美しい手です。ケンジは自分の節くれだった醜いと思っていた手をじっと見つめました。涙が手のひらにこぼれ落ちます。部屋の中に優しい風が吹き抜けました。昭和という
嵐のような時代を共に歩んだ戦友のような妻。彼女の思いが30年の時を超え、今、賢治の心を救ったのです。物語はついに結末へと向かいます。次の日の朝、はるかは早く起きて縁側を掃除していました。おじいちゃん、私決めたよ。はるかはスマホをカバンに入れ、賢治の前に座りました。私、もう一度頑張ってみる。おじいちゃんみたいに泥にまみれても誇れる仕事を探してみるよ。賢治は小さくうなずき、お茶を入れました。皆さんはどう思われますか？昭和は遠い昔の思い出でしょうか？いいえ、昭和は今も私たちのすぐそばにあります。苦しい時に歯を食いしばる強さ、誰かのために自分を削る優しさ、それがある限り昭和という日は決して消えることはありません。この動画を見てくださっているシニアの皆さん、そして中堅世代の皆さん、あなたは今日まで本当によく頑張ってこられました。あなたのそのシワもその白髪もすべてがあなたが懸命に生きた勲章なのです。自分を褒めてあげてください。お疲れ様と言ってあげてください。空がまた茜色に染まってきました。昭和も平成も令和も空の色は変わりません。おじいちゃん、また来るね。はるかの背中を見送りながら、賢治は美智子の声が聞こえた気がしました。これでいいのよ、賢治さん。心の中に一本の太い柱が立ったような、そんなすがすがしい夕暮れでした。昭和の時代が今も心に残っている理由、それはそこに本物の愛があったから。皆さんの昭和の思い出もぜひコメント欄で教えてください。あなたの物語が誰かの明日を生きる力になるかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。